皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はクアッド。クアッドと聞いて一体何のことだろうと思われた方も多いでしょう。今はまだ一般的な言葉ではありません。しかし、米中冷戦の中における日本の立場、そして未来がどのようなことになっていくのか、このことを考えるときにこのクアッドという言葉を理解することが非常に重要です。ですから今回はこのクアッドについての解説などを行っていきます。そしてこのクアッドのことを理解するために今重要な出来事があります。それはアメリカからはポンペオ国務長官がやってきて菅総理大臣と会談を行っています。そしてこの菅総理大臣との会談、同じ日において日本、アメリカ、オーストラリア、インド、この4カ国の外相会談が同時に行われています。この4カ国というのがまさにクアッドの核となるメンバーです。この4カ国が集まって一体何を目指して結束していくのか、今回はそのことについての理解を含めていきましょう。それでは関連ニュースをまずはどうぞ。コロナ禍でも対面開催の日米、オーストラリア、インド外相会談、背景に中国への警戒感。自由で開かれたインド太平洋の主軸を担う日米豪印の外相が6日、東京で一堂に会した。新型コロナウイルスの世界的流行が続いているにもかかわらず、対面での会合が実現したのは、中国に対する各国の強い警戒感の裏返しでもある。法の支配や航行の自由という共通の価値観を持つ4カ国が緊密に連携する姿を示すことで、覇権主義を強める中国に対峙する構えだ。志を同じくする4カ国の外相が東京に集まり、対面で意見交換を行うことは時宜を得たものだ。茂木外相はこう強調する。日米豪印の外相安全保障の協力体制はクアッドと呼ばれ、外相会合は昨年に続き2回目となる。新型コロナの影響で外交現場でもテレビ会議が主流となる中、対面での東京開催は円滑に決まったという。日本が4カ国の中央に位置し、新型コロナの感染が比較的落ち着いているため集まりやすいという事情もあるが、あえて中国の眼前で連携を見せつけるという各国の意図も滲む。4カ国の外相会合は定例化する方針で、外務省では首脳会合の開催に期待する声も上がる。安倍政権でインド太平洋構想を支えた金原元内閣官房副長官補は、4カ国は会うだけで強いメッセージになる。対中関係を安定させるために欠かせない枠組みだと語る。こうした動きに中国側も神経を尖らせている。中国外務省の王文賓副報道局長は、第三国を狙ったり損害を与えたりするものであってはならないと牽制した。中国側の希望で王毅外相の月内の来日も調整されているが、外務省幹部は4カ国会合の内容を探る狙いもあると見る。ただ、日米豪印の結束は中国自身が招いた結果でもある。不透明な新型コロナ対応や人権を軽視する香港問題、南シナ海の軍事拠点化などにより国際社会の不信は高まる一方だからだ。アメリカとの経済安全保障を含む貿易摩擦や尖閣諸島周辺での領海侵入など二国間の火種も尽きない。金原氏は第一次安倍政権でも日米豪印の結束を目指したが、中国への危機感を共有できずに広がらなかった。可能にしたのは中国自身に他ならないと指摘する。外務省幹部は4カ国会合に懸念を示す中国をこう突き放した。気にするくらいならまず各国との問題をきちんと解決してほしい。日本、アメリカ、オーストラリア、インド、この4カ国が集まって一体何をするのか、そしてその最終目標はどのような姿であるのか、来日中のポンペオ国務長官がインタビューで語っています。アメリカ国務長官、アジアに安保枠組みを。来日中のポンペオアメリカ国務長官は日経のインタビューに応じ、日米とオーストラリア、インドの外交協力を他国にも広げ、将来インド太平洋に多国間の安全保障の枠組みを構築することが望ましいとの考えを表明した。中国を睨み、価値と戦略を共有する国々で結束を強めるための構想だ。ポンペオ長官は6日、菅首相と会談し、引き続き日米同盟の強化に努めていくことで一致した。都内で開かれた日米豪印の外相会談にも出席し、インド太平洋構想を進めるとともに、今後外相会談を定例化することで合意する見通しだ。これに関連してポンペオ長官は、4カ国の協力を制度化すれば安全保障の枠組み作りに入ることができると指摘。そうした努力を通じ、中国共産党に対抗する安全保障網を築いていく考えを明らかにした。アメリカとヨーロッパの北大西洋条約機構 NATO があるヨーロッパとは異なり、インド太平洋には多国間の安全保障協力の枠組みがない。軍事経済両面で急速に影響力を強める中国に向き合い、安定を保っていくには
多国間の協力網が欠かせないとの認識に基づく提案だ。新たな安全保障枠組みの役割については、経済や法の秩序、知的財産権の保護など幅広い分野も協力の対象になると説明。民主主義国が結束し、強権国家に対抗する基盤に育てるべきだとの考えを強調した。トランプ政権はクリーンネットワーク計画と称し、通信網やアプリ、クラウドサービスといった5つの重要分野から信頼性が薄いとみなした中国企業の排除を進めている。こうした中国の切り離しに関しては、アメリカ対中国という構図の話ではない。個人のデータが中国共産党の手中に入らないようにするための政策だと力説。日本などの同盟国や友好国もアメリカ政権の路線に積極的に参加するよう促した。ポンペオ長官は、中国が南シナ海や日本の尖閣諸島、インド国境付近などで強硬な振る舞いを繰り返していることを批判。アメリカは緊張を和らげるためあらゆることをすると約束した。その上で、融和策は解決策にはならないとの認識に至ったとも述べた。中国への外交圧力を強めるとともに、インド太平洋への軍事的な関与を維持し、中国を牽制していく方針を改めて示した。まず最初に現在の状況についてのおさらいをしておきましょう。アメリカにおいては現在、トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染し、その回復途上にあります。そして彼の周りの政権中枢の人物について言っても、新型コロナウイルスにかかった人物やもしくは隔離対象となる人物などもいて、今非常に外交が滞りやすい時期です。そういったこともあって、今回来日したポンペオ国務長官は日程をかなり短縮しています。その中においては、お隣韓国やもしくは中国との隣国であるモンゴルなどについての訪問予定というものをキャンセルしました。しかし、今回の日程で最も重要である日本に対しては、そのまま訪問しています。そして彼が行ったことというのがまさに、菅総理大臣との会談であり、そしてその下で行われている日本、アメリカ、オーストラリア、インドこの4カ国による外相会談なのです。ポンペオ国務長官に対するインタビューの中で述べられていたように、アジア版 NATO を作りたいというのがアメリカの考え方です。この考え方というのは中国を意識したものです。中国が横暴に振る舞い、それに対する対抗する措置があれば、それによって中国の圧力というものを和らげる、いわば牽制力を持つことができれば、力のバランスというものが働き、それによって中国も萎縮せざるを得ないという考え方です。これはヨーロッパが一丸となってロシアに対抗するのと同じような考え方で、アジア各国がそれぞれバラバラで対抗しようと思っても、中国の圧力に正面から立ち向かうのは難しい。この構図を改善するためには、多国間で協力することが必要であるという考え方です。そしてこのクアッド構想の中において一気に全ての国々を巻き込むのは非常に難しいので、核となるメンバーを今回の外相会談などで結束を深めようとしているわけです。米中冷戦その戦いの中心となるのはアメリカと中国なわけですが、しかしこの1対1の戦いで終わらないのがかつての旧ソ連との冷戦との違いです。中国はその周辺国に自国の勢力というものを広げるために様々なお金を配っていたりもしますし、各国へと政治的なつながりも持とうとしています。そうした各国とのつながりというのはかつての旧ソ連よりもはるかに地球全土に及んでおり、私はこれまでのチャンネルの動画の中で述べてきたように、中東やアフリカ大陸、南米などいわば反米勢力というものはどこにでも存在し、それらの国々との結託というものが中国が生き残る道だということを話してきました。ただしこれというのは裏返せば欧米や日本などといったいわばアメリカと近しい陣営に対しては対立する構図になるわけです。そしてアジアにおける中心となる日本、オーストラリア、インドこの3カ国を一つの軸としてそこから巻き込む形でアジア圏の国々を糾合するというのがアメリカの考え方です。ですから、現在はあくまでもクアッドといえば4カ国なわけですが、しかし、この4カ国で終わりではなく、アメリカの構想としてはより多くの国々に集まってもらい、それが中国に対抗するような新時代の連合軍となることを目指しているのです。ただし、これはあくまでも、現在のアメリカが目指す方向性ではあっても、現在の3カ国ですらこの構想というものを完全に支持しているわけではありません。例えば、インドにしても日本にしても、そしてオーストラリアにしてもそうなのですが、
中国とのビジネスというものは確実に存在し、その貿易額というのは非常に大きいものがあります。ですから、中国と決定的な対立をして、冷戦を飛び越えて先端を開くようなホットウォーへと発展することは望んでいるわけではありません。このことはインドの国境などを見てもわかります。すでにインドとの国境においては中国軍と戦いが起こり、そのためにインド軍側の兵士は20数名が命を落としました。すでに兵士が亡くなっている状況ですが、インド側においては中国製品の不買運動やもしくは中国企業に対する制裁的な措置などが行われていますが、だからといって中国との貿易が完全にシャットアウトされたわけではありません。インドと中国との間には政治的な対話が行われ、これ以上の武力紛争などに発展しないようにと政治的な決着というものが図られている状況です。同じように日本においても菅総理大臣はこうしたインドの状況を睨みつつも積極的に中国との戦争を望んでいるわけではありません。菅総理大臣はこのクワッド構想に対しては中国と決定的な対立へと発展することは避けねばならないことを以前会見の中で話していました。これはインドと同じように実際の戦闘に発展することは望まないことを意味しているのでしょう。菅総理としては中国との軍事的な衝突というものは望まないが、しかし中国の圧力というものに対抗しなければならないというのはまさに安倍政権の進めてきたインド太平洋戦略と思いは一致しているでしょう。ですからポンペオ国務長官が中国に対する非難をすることに対して決して批判的な立場は取らないでしょう。現実問題日本においては中国が尖閣諸島は我が国のものであると主張し、政治、外交、そして軍事的な圧力を強めています。こうした現実から言っても、実際の戦闘は避けたいものの、しかし中国との対立は避けられないという現実に即したこのクワッド構想の発展、その中核メンバーとなることはもはや既定路線だと言えるのです。そしてアメリカとしてはこのクワッドというものを核として最終的にはアジア版 NATO へと変貌させることを望んでいるとしても、現在の日本には一つ大きな問題があります。それは集団的自衛権の問題です。例えばインドと中国との間に戦闘が起こり、そこに日本が加わるのかといった問題です。現在であれば当然のように非常に遠いインドにおいて中国軍と交戦したとしても、そこに自衛隊が派遣されるということは現実的にはありえないでしょう。しかしこのクアッドというものが発展し、それが最終的には新連合国軍として形成されるようなことになれば、そういったことも視野に入れなければならないのです。そうなれば当然のように日本国内における平和憲法との兼ね合いをどうするのかという議論が巻き起こることとなります。そういった憲法問題を日本国内に存在している以上、クワッドというものを発展させて、さあアジア版 NATO を作るんだといったことを今の総理大臣の立場として公で発言することは不可能に近いでしょう。私自身は米中冷戦というものが冷戦で終わり、いわば経済や政治、外交のレベルにおける戦いというものが続くと考えているわけですが、しかし実際に先端を開くホットウォー、冷戦ではない第三次世界大戦に近いようなものが起こる可能性というものもゼロではありません。またそのような大規模な戦闘ではなくとも局所的な戦い、例えば台湾海峡などにおける台湾軍と中国軍の一時的な武力衝突などや、もしくは尖閣諸島周辺における局地戦闘などが起こる可能性はあります。そういった意味においてこのクワッド構想というものがだんだんと発展していけば、より多国間の連携というものが深まるのですが、同時にじゃあ日本は戦争に対してどのような立場で臨んでいくのかというのが強く問われるようになります。米中冷戦のその時代が進む中において、決してアメリカ軍が先頭に立って戦うというわけではないでしょう。アジアにおける最初の戦闘というものは台湾やもしくは日本の自衛隊などが担うことになると考えれば、いざ戦闘が発生した時に日本を助ける国がどの国になるのか、その大きな枠組みを得るのか、それとも現在の日米同盟に依存した形で終わらせてしまうのかというのは、これから大いに議論すべきでしょう。私自身としては現在のクアッドのコアメンバーであるオーストラリアやインドとの関係を深めることによって、まずは同盟関係を結び、軍事的な交流などももっと深めていくべきだと思います。その延長線上にあるのは当然のように現在の憲法を改正し、自分の国はしっかりと守るし、また同盟国の危機に対しては手助けし、そして自分たちが危機に陥った時には同盟に援助を求めるような、そうした
相互の支援体制というものも将来的には築いていくべきだと思います。今回はアジア版 NATO を目指すクアッドというものが一体どのようなものであるのか、そして日本の未来というのはどのようなものであるべきかというお話をしました。皆さんはこの件に関してどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画が気に入った時はぜひとも SNS 等での拡散をお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。